やる気がどこかへ行ってしまって、だるおもな朝。こういう時は、無理をしないで、フライパン一つで、全部焼くだけにします。鶏もも肉1枚を半分に切って、余分な油は取り除きます。米粉や薄力粉をまぶして、焼いていきます。毎日蒸し暑い日が続いているので、ご飯に刻んだ大葉と梅干し、いりごまを混ぜておきます。さっぱりして食べやすいね。野菜を洗って、庭のスナップエンドウは筋を取り、目玉焼きシートに入れて、水を大さじ1くらい加えます。椎茸は石突きを落として半分に。パパさん用に長ネギを4センチくらいの長さに切りました。ピーマンはヘタを取り、縦に4つに切ります。かまぼこは1センチくらいの厚さに切って、全部一緒に焼いちゃいます。焼いている間に調味料を混ぜておきます。酒とみりんを大さじ2ずつ、醤油大さじ 1.5、砂糖小さじ2、お好みで生姜を加えたり、梅干しを叩いて混ぜても美味しいね。スナップエンドウを取り出したら、野菜を裏返して、少し火を弱めて焼きます。火が通ったら、合わせておいた調味料を加えます。フライパンで全部一緒に焼いて、最後にタレを絡めただけ。煮詰まってとろみがついてきたら、野菜を取り出して、お肉もテリテリになったら出来上がり。おかずが少ない日は、のっけ丼弁当にしちゃおう。鶏肉が冷めたら、食べやすく切って、ご飯の上に乗せます。おかずが少ない日は、浅めのお弁当箱に詰めるのがボリューミーに見せるコツです。他の具材もどんどん乗せます。2人分のお弁当なのに、フライパン一つで一気にできて楽だよ。副菜は何を作ろうとか、おかずが足りないかなとか考えたり決めたりすること自体も大変なんだから。やる気が出ない日はこれでいいのだ。毎日毎日だから手の込んだお弁当を作れない日だってあるよね。十分ボリュームもあってこれで大丈夫。鮭の焼き浸し弁当を作ります。鮭は塩を振っておきます。まだやる気は行方不明。どこに行っちゃったんだろうね。そのうち戻ってくるといいね。この日もフライパン一つで
全部焼いちゃおう。卵に白だし、みりん、マヨネーズを少しずつと枝豆も混ぜます。フライパン用調理シートで焼きます。鮭も水気を拭いて焼こう。レモンを3枚くらい輪切り。なくてもいいよ。冷蔵庫にある野菜を薄切りや細切りにします。スナップエンドウを取り出して、鮭に料理酒を少しかけて、蓋をして蒸し焼きにします。野菜も鮭と一緒に焼き浸しにしよう。卵をシートでくるみます。卵を取り出したら、野菜もフライパンで焼きます。タレを準備しておこう。簡単酢大さじ2、みりん大さじ1、刻み生姜1かけ、醤油大さじ 1.5 を合わせます。細く切っているので、すぐに火が通るね。全部焼けたら取り出して、さっとフライパンを拭いたら、合わせておいた調味料を一煮立ちさせます。焼いた鮭にかけて、そのまま冷まします。スナップエンドウは白だし少々とゆかりを和えました。卵焼き、ちょっとまとまりが悪くて失敗。もっと半熟状態でくるまなきゃだね。さあ、お弁当箱に詰めよう。この日は海苔弁にします。おかずが少なめでも海苔弁なら大満足だよね。鰹節にさらっと醤油をかけて、海苔は食べやすいようにちぎってのせます。大葉とさっぱりだれが染み込んだ美味しい鮭をのせて、野菜もたくさん食べてね。形が悪くなっちゃった卵焼き。パパさん菜園のスナップエンドウ。隙間埋めにトマトも入れて、お好みでレモンを添えたら完成。毎日暑いからさっぱり焼き浸しが美味しいね。ささみユッケ弁当を作ります。ご飯に桜エビといりごまを混ぜます。
桜エビが安かったので、保存袋に入れて冷凍したのですが、水分がないから全然凍らず、風味も落ちなくていい感じです。味噌や練乳も冷凍しても凍らず、風味が長持ちするのでおすすめです。ささみは見えている筋を切り取って、お湯に料理酒を少し入れて茹でます。ブロッコリー、エンドウ、人参、水菜。この日はフライパンで全部茹でちゃおう。もちろん順番に取り出して茹でてもいいし、タイミングを見計らって一気に全部茹でてもいいし、その辺はその日の時間や気分です。この日はささみの茹で加減を見ながら時間がかかる野菜から入れていきます。焼肉のタレ大さじ2、醤油小さじ2、ごま油大さじ1、コチュジャン小さじ1、いりごま小さじ2を混ぜておきます。ささみに8割方火が通ったら、ブロッコリーとエンドウも加えます。最後に水菜もさっと茹でて、ささみを取り出したら、ざるにあげます。ユッケ用以外の野菜を取り出して、水菜は冷水にさらしてからしっかり水気を切りました。ささみをほぐして、合わせておいた調味料とよく混ぜます。ピリ辛で食が進むね。人参には白だしを少し、ブロッコリーには塩昆布、簡単酢、ごま油を和えます。スナップエンドウは鰹節と醤油を少し和えました。お弁当箱に詰めます。やる気が出ないときは、こんな感じのフライパン一つで全部作れちゃうお弁当ばかり作っています。やる気が復活したらまたいろいろ楽しく作ります。娘はお昼代節約のためお弁当と水筒を必ず持っていくので、ママも頑張らないと。ちなみにどこにも投稿していない最近のやる気ゼロ弁当はこんな感じ。なんとか毎日作っているよ。無理して頑張りすぎないこともお弁当作りを続けるために大事ですよね。よし、完成。毎日暑いので夏バテに気をつけて明日も頑張りましょう。ご視聴ありがとうございます。またね。